メージがもっと外の空間を補ってくれるというか、このキャンバスの中に描かれてるっていうものである種見えてないものを想像させたりとか、絵を描いてる時って時間的なもんじゃなくて空間的に立体的な形でいろんなものが頭の中にあって描いてるんで。今ここにある右側の方の作品っていうのが初期の方になる作品です。で左側にある絵が、今の仕事につながっていくような流れの中にある作品です。今日は簡単な作品の流れを見ていただければと思います。これは絵画を本格的に描いていこうと決めてから一番最初に描いた作品です。当時住んでいたアパートの中から見た空を描いたんですけども、でちょうどこの頃現代美術の学校に行っていたんですけども、印象に残った言葉があって、それが絵画は終わったっていう言葉だったわけですね。でこの作品はバーネット・ニューマンっていう人の作品で、ほとんど画面の中に何もないような形でこの作品はマーク・ロスコ40年代の半ば頃から70年ぐらいにかけてこういった作品が多くアメリカを中心としてあったわけですね。余計なものは全て排除していった結果、絵画の中だけで自立していくようなものっていうのは絵画のための絵画とか、そこでもうある種絵画は終わったっていう言われ方をしていて、けど僕が始めたのは80年代の後半なんで、もう20年近く前に絵画は終わっているわけで、じゃあそこから自分は何をすればいいかっていうことを考えながら試行錯誤をしていくわけです。でそれで何もないような絵の中になんとか自分なりにフォルムを作り出していこうと思って、抽象とも具象とも言えないような絵を描いているんですけども、この頃は友達とかに顕微鏡の中を覗いてるような感じがするとかって言われてたんですけど、実際のところ何か元にあるものがあって描いていたわけではありません。私さっきこの作品のタイトルのこれMAS っていうんですけど、秘密を多分当館で14年ぶりに初めて知ったんですよ。この頃っていうのは記号的なタイトルのつけてるんですけど、そこで例えば「無題」っていうタイトルをつけてしまうと、僕の絵の中には全く内容がなくて40、50年代の影響をすごく受けてるっていうふうなことが出てくるんで、自分だけが分かるような形で、こういったタイトルをつけたんですけど、で実はこの MAS っていうのはマレーシア航空の名前っていうかそれなんですけど、この絵とマレーシア航空とは全く関係がないんですけど僕自身が飛行機に乗ってその飛行機が離陸していく時に飛行機の中の空間が地上の空間と一緒に膨張していくような感じがする経験があって、いくつかの作品、実は航空会社の名前が。けど徐々に抽象と具象の間の中で作品を作っていくことが何か不自由な感じがしてきたわけですね。抽象的な概念がどこかやっぱり自分の中から拭い取れなくて、さっきお見せしたようなニューマンとかロスコーとかとは違うところに自分は行きたいのに、やはりだからといって具象絵画は描けないし、だからといっていわゆる抽象というものも描けないような形で、美術史っていうことと自分の作品っていうものを一度括弧に入れて、リセットするような形でもう一回ゼロから再スタートしようというふうに思い始めます。で抽象と具象の間でいることに対しては自分はここには居続けることはできないと思っても、じゃあ何を描けばいいとかわからないわけですね。でとりあえず身近にあるものを描き続けようと思うんですね。ほとんど外にも出ないような、自分が今まで絵を描いてきた中では一番ある意味辛い時期で、もうアトリエの中でこういった色もなくなって黒い絵っていうのを、しばらく描いていました。で自分の友達を描こうとかって思って誰が見ても認識できるような人の顔を描きたいという欲求はあるんですけど、結局自分の中にある抽象的な概念を拭い去ろうと思っても形式的なフォーマリスティックな部分で美術史に被爆してたような感じがあって、なんとか再スタートできるような場所まで持っていこうとするわけですね。これ当時付き合ってた彼女で、
今結婚して奥さんになってるんですけど、徐々にその色も使えるようになってきて、その頃僕がそのポートレートというか描き出そうと思ってた頃に気になりだしてきた作家がいて、写真家の五条茂雄っていう人なんですけど、今日ちょうどその後ろにその五条さんの作品がかかってるんですけど、五条さんもやはり自分の父親とか友達とかを写真に撮って「セルフアザーズ」って写真集になってるんですけど、生きていくための作品っていう感じを受けるんですね。僕自身ももともと絵が好きで絵を描き始めていたんで、本当に自分が生きていくために絵を描ければいいと思ったし、自分の表現できるものとして絵画っていうものを捉え直そうとしてた時期だったんで、自分にとっても父親とか母親とか一度全部描き上げてしまうことによってリスタートする場所っていうものを作った部分があると思います。でそれで僕が96年からベルリンに行くんですね。その時に描いた作品です。散歩してる時に2人子供がスーッと前の方に出てきたんで、その後ろ姿を描いたものなんですけども、この頃っていうのは結構子供たちが遊びに来るんですね。これもどっか湖に行く途中を描いたものです。で僕のアトリエから並木道を通ってその駅まで行くんですけど、木漏れ日が強くて本当に目がチカチカしてしまって、強い日本とは違うコントラストの部分っていうものもすごく自分の中に強くあって、風景とかに徐々になっていった部分もあると思います。これはドイツ人の友達から「長靴下のピッピ」っていう絵本と、あとグリム童話ももらったんですけども、自分がその子供の頃、読んだことがあって20数年経ってそのベルリンの地でまた同じような本を手にするわけですね。自分の友達は子供で、自分が子供だった頃とある種大人になって味わった環境っていうものがすごく似てる感じがしたんですね。で今までは自分の父親とか母親とかドイツに行ってからもその風景にせよ、一応自分が目にしたものとか自分が行ったところとか、そういうものを描くことによって自分がその絵を描くためのモチベーションみたいなものを保ってきたんですけども、より強いリアリティみたいなものを自分の中に感じて描いた作品です。で日本に帰ってきて、それでけどベルリンにいた時っていうのはどこかその画面の中で物語性が強い絵になっていたんですね。でけどどうしてもそうするとそのイメージが限定されてきてしまって、顔面に広がりが出ないっていうふうに思い出してきて、でこれはもうベルリンから帰ってきて4年目ですかねぐらいに経つ、作品です。そのベルリンって結構大きい公園が点々とあって、そこに子どもたちを連れて遊びに行ったんですね。けど実際にはこういった風景っていうものはなくて、横に伸びている黒っぽいものは影なんですけど、こんな大きい影はなかったし、人物も本当はこんなに小さくはないんですね。けどそういった物語性が強くイメージが限定されていくような部分をなくすために、一度その自分の中で排除しようと思っていたその抽象的な画面の作り方っていうものがその画面の中に徐々に入っていくわけですね。この棚田みたいなのは、僕自身がその新潟出身なんですけど、新潟の地震があってテレビとかでもその棚田が崩れてるようなところがよく映ったと思うんですけど、そういった思いもあって描いたりしています。けど絵を描いてる時って時間的なもんじゃなくて、その空間的に立体的な形でいろんなものが頭の中にあって描いてるんで、一概にこの絵はこういう、じゃあ新潟のことを考えて描いたのかって言ったらまたそうじゃない部分もあったりとか、見る方にとってあまり限定した印象では見てほしくはないとは思うんですけども。で、僕結構写真を使って描くんですけども、そのトリミングするような形で画面の中で構成し直したりとかして描いているんですけど、どんどん抽象的な要素が入ってきてもやっぱ風景を描いてる部分が強くて、そうするとその地平線とかやっぱ水平線とかが自分の中で気になってくるんですね。何か画面に安定感を与えるような感じがしていて、でこの作品は植物がその空間に浮かんでいるような形で、水平線を外そうとしているわけです。で蝶っていうのは今借りているアトリエの周りがその田んぼだったり畑だったりっていうこともあって、よく飛んでいるんですね。でその蝶の飛び方っていうのが何か紙くずが上から降ってきたかと思ったらまた風に乗って飛んでいくような不安定で儚いような、その飛び方が結構面白いと思って蝶の軌道も描いてしまおうっていう形で描いています。
地平線とか水平線を描かないことによって何かこうどこかこう重力からこう解放されたいっていうような思いもあったのかもしれません。でこれがその作品を描く前の一番最初のドローイングです。最初こういったものを描こうかなとは思ったんですけど、その子供と影の部分っていうののイメージの違いっていうのが物語性をまた引きずり出してきて見え方が限定してしまうと思ってこれではないものになります。でもう少しそのバックの部分で何かできないかと思ってこうやって色のグリッドを描いてみたり、その蝶っていうのも色の点で描いていった方がいいのか蝶の軌道をちょっと試してるわけです。実際こういったドローイングを描いてそれをそのキャンバスの方に移る時に描くんですけども、そのステーニングっていう方法でにじみを使って描いているんで、紙の上でやってることが実際にじゃあ面布の中でそのにじみを使ってできるかっていうとまたなかなかできなかったりもするんで結構苦労するんですよこういうの。失敗したりはするんですか？失敗しますね。本当ににじみそのものを使ってたりとかするんで、この上からまた直してっていう部分っていうのはなかなか効かないんで、だから結構要素が少ない分逆にドローイングの数をやっとかないとなかなか難しいというのがあります。私なんかが見るともしかしてカラスウリとかですね、何ですか、はい、そういったようなもののある一部をものすごく大きく描いたもののように見えるんですけど、これは別に具体的な何かがあるというわけではないんですか？友達が顕微鏡の中描いてるんじゃないのとかって顕微鏡をくれた友達までいたんですけど実際にはもらったんで見てみたりしたんですけどあまり面白くはなくて、でこういったものっていうのは結構自分の中でこういった形の中である種オートマチックに手を動かしていって、できてきた形だったりとか、何か一つのものがあってこの写真を見て描いたってわけじゃなくて全て自分の中で作られたイメージで描いてる。でその途中で切られることによってイメージがもっと外の空間を補ってくれるというか、そういう部分もあるんだと思います。例えばこれがカラスウリだとしたらこの先にもっと丸の頭とかが続いているわけですよね。はいはい、画面の外にあるものまねが想像の中で立ち上がってくるというようなところ、はい、このキャンバスの中に描かれてるっていうものである種見えてないものを想像させたりとかっていうふうには思ってましたね。脇から後でご覧になると分かりますよ。普通キャンバスって地塗りといって硬い絵の具のようなものを塗って布にボヨボヨって絵の具が染み込まないようにしてから絵を描くんですけど、丸山さんのはそういった処理をしていない本当に普通のこういったシャツの布みたいなものを使っていらっしゃる。僕が使ってる技法っていうのはよくステーニングって言われるんですけども、いわゆるにじみを使ってる技法で下処理が全くしてないものに絵を描いていくわけですけど、そうすると絵の具がにじんでしまうわけですね。でそういった効果を使って描いてます。で描き方としてはほとんど手で描いてるんですよね。でこの作品に限っては立体感みたいなものが欲しかったんですね。っていうのはニューマンにしてもロスコにしても表にグッとせり出してくるような作品ってあまりなかったんで、もっとダイナミックなものが欲しいっていうのもあって、けどやっぱりじゃあだからといってじゃあ影を描けばいいのかっていうと、影はやっぱ描いちゃいかんだろうみたいなのもあってそういうのが世代の縛り。そう世代の縛りなんですけど。それで線を少し湾曲させることによって膨らみみたいなものを出そうとはするんですけど、あとやっぱり手を使って一度またそれを閉じ込めようとするんですね。前に出てくる出っ張りを一度閉じ込めようとしたりとか、あとは霧吹きを使って、はい、こういうところとか、そうですね、この辺とかでまたちょっと違う空間を作ろうとかってするんですね。遠くから見ると色の面で構成された抽象画みたいに見えるんですよ。でそれでだんだん近づいてきて見ていただくと人が2人いてっていうことが分かってくると、いきなり広い公園のグラウンドみたいな奥行きを持った空間に見えてくるんですよね。ですから最初こうだった色面が人が目に入った途端にこういうふうに奥に広がって見えるというですね、見る距離を変えていくとですね、非常に面白い経験ができる。
はい、僕は思うにその絵を見る時っていうのもその目がすごく動いてると思うんですね。で距離もそうだと思うんですけど、そのある人がその絵画っていうのはその壁にかかってるもんだから、その人が立って見た時に唯一の視点を持てるだろうっていうんですよね。でそれに比べてその彫刻っていうのは、そのいくら彫刻家がその唯一の視点というか、ここの場所から見てくれっていうものを作ったとしても、結局観客はその360度回ってしまうわけなんで、どっかその絵画と彫刻とはその視点の在り方が違うだろうっていうんですけど、現実に考えると僕自身がその絵を見てる時もすごくこう目を動かしてものを見てて、だからその作る側もそれをもっと活性化させるような形で描いたらいいかなという感じで今描きましたけど。